はようございます。こんにちは。今日は日本の朝7時、水曜日の朝7時、いつもの太子さんとの週1回のね、ライブをしていきます。今、アメリカは午後3時です。で、太陽が強いので、家の中は暑いので、エアコン入ってるんだけど、外ね、影は結構涼しいです。日本はなんかとっても暑いですよね。ご自愛ください。おはようございます。ようこさん、おはようございます。今日はね、いつもの太子さんとのコラボで今待っております。はい、太ちゃん呼びます。入ってください。おはよう。ノーメイクで。あれだよね、遅く、昨日、あれだったんだよね。糸島昨日だっけ？そう。おー、ハードだ。もう、なんかね、帰り着いたのがね、何時だった。まあ、あれ、100キロの場所だから200キロか。200キロあるのか。で、しかも道に迷って山の上なのね。山の中にちょっと昨日行って3時間かかっちゃって帰ってきます。普通行くんだったら、福岡まで高速で行っててか、そしてどんな感じそうでそのまま糸島の方に。本当はね、まあ直で行けるんだけど、まあ、そうなんだ。ここを間違えて帰りはもっと間違えて帰ってきちゃった。遠回りした。そうだ。お疲れ様でした。あれだよね、一旦お店があれだっけ？4月1日。今日片付け。今日片付け？どうだったイベント、この週末のイベントはどうですか？なんか楽しそうだったね。週末のイベントは今忘れてたことに気がついた。もう遠い昔になった。そう。昨日、もう新しいのが始まったって感じかな。おはようございます。大会見てるね。ようこさん。おはようございます。ようこさんと、もめと北米さんは誰なんだろう？誰が見てくれてるのか、ありがとうございます。みんな本名じゃないっていうかあれなのか分かんない。これは私が、参加しているモメットの北米のあれなので、どなたか見てるのかわかんないけど、深夜さん。おはようございます。はい。そう、じゃあ、でももう週末が終わって、今日水曜日だからか、もうなんか糸島行ったらあれでもうすっかりイベントのことは、あれだね。数日だけど動きが早いってことだね。そう、やっぱりなんか、クリスタルボールでね、今思い出した。クリスタルボールで、お店を全部浄化した感じになったから、なんかもう私の中では終わったっていう感じで。なるほど。任務遂行完了っていう感じ。やっぱりぴったりだったね、その最後の、任務完了。で、不思議と早くはできなかったから。で、その流れで、昨日行ったケータリングも2日前ぐらいに決まったから。そのクリスタルボールの前の日にあったことがなんかで決まって、軽いノリで決めたから、直前のケータリングっていう感じ。そのさ、直前のケータリングとかでも、その材料とかはさ、まあでもお店のやってるからあるのかな？どうなんだ一からだとすっごい大変なんだけど、そう。だけど、あっちは和で、こっちは洋だから、そこのソースだけ仕込んだって感じかな。そう。華やかで。そう、慣れたな。やっぱ慣れた。日本でこう、ずっと料理をしてきたから、日本縦断っていうか。から、とっさなものに対する対応能力がものすごくスピードが上がったので。普通はね、1ヶ月前とかに予約するのにね。だよね。私さ、一遍佐世保の家を買った時にさ、来てもらったよね。なんかバスに乗ってきてくれたんだよね。あの時、車じゃなくってバスをね、乗り継いできてくれたんだよ、確か。どうやって買い物したんだろうね。いや、なんか持ってきて、すごい重たいの持ってきてくれたんだよね。だから、今と昔じゃ全然マインドも違うと思うね。マインドとか、マインドも違うだろうね。まあもう随分昔だからね、2012年かな、家を買ったんですけど。
ね。ずいぶん昔だもんね。もう10年以上前だからね、全然違うよね。やっと頭が今追いついてきた。よし。今日は何の話？今日ね、いや、なんかふと思って、よくお友達とかに相談ってまではないけど、こう話を聞いてみたいなことで、まあ何人かこう、言われることがあって、で、その言霊のこととかさ、何にも知らなくても、まあ、大体私が、まあ大体聞いてあげて、やったらっていうことって、神社に行ったらしか言ってないんだけど。でもその気分がさ、やっぱり変わるし、私はしんどかった時は、もう何も動けないけど、とりあえず神社だけ行ったよっていう話とかを、まあすることが多くて、で、質問があって、じゃあ神社に行く時になんか気をつけることとかなんかあるんですか？そのなんかやり方あるのって聞かれたから、なんか簡単に、その何も知らなくても一番最初にやったらいいのかなと思うことを、まあ聞かれたからさ、そうだよね、みんなそんなのね、あんまり考えないから、それもいいのかなと思って。で、その、だってなんか、今、初めて聞いてる人のためにちょっと説明する。どうぞどうぞ。なんかほら、京子さんが、その言霊の、で、言霊の先生から神社に行ったらいいよって言われているっていう。そうそう。で、それを実践してるってことだよね。で、今はまあもちろん神社がないから、まあ違う方法、まあお祈りとかね、お願いだけをしてるんだけど、で、結局さ、その、電話とかじゃなく、テキストとかさ、メッセージとかで、こうさ、ね、もうコミュニケーション取るわけだね、そのお友達と。そしたらこう、長々喋れないやん。だから、こう、端的に何を一番お伝えしたらいいかなと思って、やっぱり神社に行ったらいいよ。私はしんどい時神社に行ったよっていう話をして、で、何を気をつけたらいいのって言ったら、やっぱりその、いろんな、なんか神社こうやったらいいよとかさ、しきたりとかいろいろあるんだろうけど、そういうことってあんまり習ってないから、私が習ったことって言ったら、まあ、最低限、両親の活躍をお願いして、あとは自分が欲しいものを何でもお願いしてきてっていうさ、その、もう本当にシンプルな、その答えで言っていて、あとは、その、言うときに、まあ、マイナスじゃなくってさ、これが嫌だから、やめてくださいとかじゃなくって、まあ、こうしたいっていう風な言い方をしたらいいよって端的に言ったらそうなったんだよね。だからそのことをね。言霊の中で言うと、ネガティブ言葉を使って否定するんじゃなくて、ポジティブな言葉で、願望の方を言った方がいいよっていう感じ。そう。例えば病気を、もうこのなんとかが、なんだっけ、血圧が下がりますようにって言ったら、それはまあ、ね、反対言葉、マイナスになるから、まあ、そうじゃない言葉っていうか、そういうのを使わないようにしたらいいよ。で、健やかで入れますようにっていう感じ。そう。だから、それってさ、シンプルだけど、まあ、それだけでもうさ、いろいろ言ってもわからないやん、そういう時って。で、明日行こうかなと思うんだけど、なんか注意ありますかって言われてさ、私も、こう、長々言えないしなと思って、でもその2つだけ、3つになるのか。そのご両親の活躍と、あなたが欲しいものと、まあ、お願いするときは、プラスの言葉を使ったらいいですよって、まあ、それになったのかなと思ってさ。ね、あと、まあ、いろいろ言うとしたら、もうね、言葉遣いとかになるけどさ、もうそんな、ね、いろいろ大変なことがあってる時にさ、なんか、長いメッセージ。大変なことがある人が連絡してくんだね。そうなんですね。まあね、たまにやっぱね、ある。ある。それも、なんか連絡してくるっていうよりも、こう何か他のことを流してるときに、こう、実はね、みたいな感じで、まあ言われることが、多くはないけど、まあ何人かあったから、じゃあ、まあそんなことがあるときに、これ、なんて言ったらいいんだと。で、何も知らない人って、これって、わかりやすいのかな、とかさ、簡単で。私も、時に、言霊の、先生と話したじゃない？とかね、京子さんとこうやってたまに話す。まあ、これも動画配信もその言霊から始まったから。私もあと、ね、お店の裏に神社があったから、ほぼほぼ毎日行ってたから。そう。早いんだよね、叶うのが。私、なるよ。
ね。で、ほんとほんと。だから結局、俺にしか言ってないし。大体、だから、結構固まってるかな。くるくるなっちゃう。ちょっとくるくるなってる。戻ってきて。なんか、叶うの早いっていうのは、やっぱりかえちゃんもね、多分繋がってるし、いつも直感に応じて動いてるからかな。切って呼びますね。すいません。すぐ戻ります。はい。今、妙子さんと一緒に配信してたら、ちょっとくるくるなって入ってこれなくなったので、もう一度切ってやり直しております。聞いてくださってた方、失礼しました。ジョーさん、おはようございます。もう一度、妙子さん呼んでます。おはようございます。入ってこれるかな。くるくるなったんですよね。あ、よかった。入ってこれた。うん。で、なんか見てる人も変わったみたいな。うん、くるくるなっててさ。ちょっと他を消してきた。ありがとう、ありがとう。まあ、なんかわかんなくなったの。あ、そうだ、言霊受けた時の話してたのか。うん。まあ、私もともとね、神社はよく行くんだけど、あの時聞いて思い出したっていうか、そういうのもあったから、なんか思い出して、もともとやってたことを思い出して、あと、なんかほら、男言葉を使わないとか、いろいろあったよね、そういうの。うん。いろいろあるよ。男言葉とか、激しい言葉とか。ね。ちょっとまた、くるくるなっちゃったのかな。あ、もう大丈夫、大丈夫。止まってる？大丈夫？あ、動いてる。止まったかな？うん、ちょっと動いたり止まったり。動いてる、動いてる。やそう。今日はなんか今日は、動いた。せっかく見てくれて繋がったかな？止まるっぽい、止まるね。あ、繋がった。不思議だね、この電波障害の。ね。そうそう。いらない話なのかな、これくるくるなるか。変えようか。もうそんな感じだよね。ね、いらないの。そういう時が、だって、まあ自然、あんまり用意した話より自然な気づきの方がいいんじゃないかな。ね、そうかもしれないね。そういう気がする。ね、今つながった。面白い。で、私ね、昔言ってたんだけど、ほら、Google は神とグルってよく言ってたんだけどさ。Google は神とグル。何それ。ご神事みたいなことをやってたんだよね、前よくさ。サイキックのことかとやってたりすると、結局電気系ってね、そういうほら、まあ、チャネリングって言ったらあれだけど、そういえば昨日もそういう子のお家でケータリング行ってたんだけど、めちゃくちゃこういう話面白いの、こんな配信していいのかな。じゃない？裏で。大丈夫、大丈夫。結局、そういうチャネリングとかああいうのって電気系と近いんだよね。なるほど。だから、電気系に障害が起こることがあって、勝手にナビが、変わるっていうかな。なんか、急にここに行けみたいな感じで、変わることがよくあって、グルだねっていう話をよくしてそういうことか。Google は神とグルっていう話をして、なんか、で、電波が勝手にこっちに来なさいよってなって、
神社とかに行かされるとかね、古墳に行かされるとかよくあった。うんうん。聞いたことあるな、そういうの。ね。そうそう。えで、昨日ボイジャータロットっていうのを友達、その子がしてくれて、うんうん。やっぱり私はそういうなんか、そっち系の、なんていうかな、影響を受けやすいから、とにかく浄化をよくしなさいっていうカードが出てて。うん。良くも悪くもね、いい影響を受けやすいからっていうことで。いいところでもあるからね、そのみんながわからないこと。ただ、浄化をね、したらいいってことだよね。もう自分でも気をつけてて、ちょっとおかしいなと思ったら、滝に行ったりとかさ。とにかく水できれいに浄化する。うんうん。日本人はね、お風呂に入るのが多分、他の国の人よりもね、こまめだろうけど、そういうことだよね。なるほどね。電波がね。でも戻ったね。いらなかった。でもこういう話ってよくお店とかで、私の場合は、それは私相談事はよくされない、特にされないなって思ったけど、ほら、男みたいだから、サクッとこう、そんなんこうしたらいいやんって言って終わっちゃうから相談にならないから誰も相談しないんだけど、こういう系の話はよくこう聞く相手が。みんな好きだよ。そうだよね。あれでしょ、サイキック的な話ね。そういう。そうは好きだ。いや、そんなに多いわけじゃないけど、あとね、昨日はすっごい面白い話があって、30年代の友達がたまに電話してくるんだよね。そして、もうたわいもない話をするんだけど、いつも私たちが言うことって、今こういう状況だったから、もうこれ例えば仕事とかね、もうこれ、徐々になくなったらいいなとかさ、なんかそういうのいつも言うわけよ。そしたら昨日電話かかってきて、2ヶ月か1ヶ月か忘れたけど、この前言ってた、仕事徐々になくなったらいいなって話、なくなったとか、なんか京子に言ったら全部叶うんだよね、ははみたいな言って。じゃあもうどんどん。神社。じゃあもっと言って、とか言って。そういう話。それで私、ね、思い出したけど、ほら、シャンパン持ってきてっていうのを、昨日もケータリングに行った帰りに、私、料理がこんなにも好きなのに、やっぱり嫌いな理由って何かなっていう理由は、もう本当にそのシャンパン持ってきてに凝縮されてるって思いながら、昨日帰った。というのは、シャンパン持ってきてって言って、さって来てくれたらいいなって感じ。そう、なんかね、私がシャンパン持ってきての方になりたいのに、シャンパンを持っていく側になってるって感じ。なるほど。なるほど。それが嫌だから、自分が内心嫌って思ってることって、やっぱ叶わないのよね。なるほど。の願望にブレーキかけちゃうじゃん。だって嫌なんだから。確かにね。そこをやらなければいい。例えば私の場合だけど、ほら、料理はすごい好きで、クリエイティブなことはすごい好きだけど、片付けるのとかを、料理ってすごい神経使うのね。で、それは好きだからいいんだけど、その神経を使った後に、人の片付けとか洗い物をするっていうのは、みんなは知らないんだけど、厨房のシェフって洗い物はほぼね、別の人がするんだよね。だけど、それを、やっぱりどうしてもケータリングとか言ってると、自分がしなきゃいけなくなるんじゃない、雰囲気的に。それはね、すごくね、きついのよね。確かに。どうなったらいいんだろう、そしたら。その状況が。エヴァさんをね、前連れて行ってた。そっか。もともとやっとって。なんか二人体制なんだよね。そういう状況で、たえちゃんが、なんだろう。好きな状況だったら、あれなんだろうね。そういう。どんどんするし、自分が疲れないよね。そうやね。なんかそういうのだったらいいね。昨日それを考えてたの。シャンパン持ってきたなって、ただ単に。シャンパン持ってきて、これ洗っといてって言ったでしょ。ね。本当やね。じゃあなんかその一言に。
もうそれだねと、あれ、うんあれで、あれ本当3番持ってきてでね、翌日叶ったんだよね、不思議に。ね、言ってたもんね。そう、翌日に叶った。ね。茶番持ってきてっていう雰囲気だよね。こうなってほしいじゃなくて、もうそのまま言った瞬間の雰囲気がそれで、その時に、あ、これでいいんだ私って思ってすぐ解決した。うんうん、そうそう多分もうそのフィーリング、そこにいるって感じだよね。もう、そうその欲しいとかじゃなくて、ビーイングみたいな、そういう感じもうかな。今ここってそれそうだよね。だよね。そうだよね。面白い今ね。こう話しててもすごく楽になる。ね。それだけ。あ、うん、おはよあ、ハートマークが出てきたよ。う。ありがとう、こうやってハート。動画するとね、自分の顔の調子がわかるね。今疲れてるとほうれい線が出ちゃうから。でも若いよね。やっぱり変わらないよね。昔と雰囲気がもう全然変わらない。江口も言ってたこの前。かえちゃん全然変わらないって。あ、でもね、この動画配信のおかげで自分を客観的に見るから、あれだよね。あ、疲れてるならすぐメンテナンスに行ったりとかするね。でメンテナンスだに私の場合、肩こりがすぐ変わんでるから。気づきが。私は喋り方とか、あと、なんか上から言うなと思って、私、こう聞いてるうちに喋りたくなっちゃって言ってるなとか、かぶせて言ってるなとか、なんかそういう気づきはある。京子さんちゃんと見直しをしてるんだ、ね。さ、一応、編集というか、一回は見るから、その時に言葉とか、あと、私が遮ると、さえちゃんの声が聞こえなくなったりとか、そういうのもあるから、なんか、こう、で、いらないさ、あととか、なんか、フィラーっていうなんかそういう言葉が、なんかとかさ、がめっちゃ多い。のに気づく。うんうんうん。自動で、文字入れる再生のもよく気がつくね。あーとか。あ、口癖でね、要するにみたいなそうそう。入るんだ。で、この前ね、編集するときに、なんか YouTube って、YouTube で字幕を、日本語の字幕をつけたら、そのまま英語にできるから、と思って、そっちの字幕でやってみたんだよね。そうそうそう。その時、まあ、ちょっと、なんだっけ、いつも使ってるソフトに比べて大変だったけど、なんか面白かった。それを使っても、やっぱりちょっと違うんだよね。読み方が、自動でキャプションつけ方が違って。うん、面白かった。それでやろうかなと思って。気づきは。そういうの得意だよね。得意なのかな、なんか好きだよね。それとあんま食いならない。やっと頭が働いてきた。だって帰ってきたの何時？帰ってきたの何時？昨日。もう本当12時とか、ね、朝3時、6時に、本当にね、最近そんな生活ばっかりしてる。よくこんなので生きてるなみたいな。体力ある。早く休みたい。体力あるね。体力はすごいあるね。料理ってやっぱ自分の好きなことをするってこういうことよねっていうね。倒れないよね。好きなことだとね、倒れないよね。うん。今日もね、風邪ひきそうな雰囲気があったけど、多分大丈夫っぽい。そっか。忙しいと引いちゃうじゃない？だけど、引きそうなまま防御すれば多分大丈夫。私も怪しい時はもうやることを大体もう決めてるかな。喉に来たら油となんとかうがいをしたり、ココナッツオイルとかオリーブオイルとかでうがいしたり、蜂蜜とか、あとここ温めたりとか、なんかいろいろ。ね、風邪ひく時もないけどね、あんまりね。今もうなくなったね。ほぼない、ね。ただ年にさ、1、2回、1回、2回、なんか、息子がもらってきた、なんかコロナかインフルかなんか知らないけど、3日ぐらい倒れるやつ。あれ結構ね、好きなんだよね。なんかあんなに熱出ないじゃん、普通。で、3日間寝れば、薬も飲まずに、3日間寝ればさ、絶対治るから、もう飲まず、食べないし、とりあえず飲んで、3日寝たら、スッキリみたいな、デトックスみたいな。年に1回ぐらいあるかな。熱をわざと出すみたいなんでしょ。止めないみたいな。わざとじゃないけどね。そう、止め
ないと思私はなんかその止めないで一回熱出すとそこから全然風邪ひかなくなるじゃん。う。強くなるね。そうそう。薬とさ、一緒に働いてたから、私、しかも仕事休めなかったやん。から、めっちゃ飲んでたんよ。喉も弱かったし、もうすぐ、おかしい。もうロキソニンとなんとかなんだっけ。ちょっと名前もう覚えてないけど、とにかく抗生物質とロキソニンをすぐ飲んでたんだけど、もうある日、これは私はどんどん弱くなってるってことに気づいて、もうそれを今度なったら全部飲まないでちょっと私の免疫試そうと思ってやったんよね。そしたらちょっと仕事は半日ぐらい休まないといけなくなったけど、仕事をその休む、遅れる代わりに病院に行かないといけなくなったから、とりあえず病院に行ったんよね。言い訳というかさ、その何もで病院に行って一応血液とか見てもらってさ、で薬ももらったけどもちろん飲まずに、で後から結果を見て説明してもらったのが、免疫でなんか勝ったようなもう数値も終わってるところだねって言われて、そうですよねそうですよね。でそこからもうね一切飲まなくなって、たまに葛根湯とかぐらいは漢方とかは飲むけど、そこから飲まなくしたら全然ならなくなった、喉のその痛み。あるよね。そうそう。もう私もそれに多分1、2回繰り返してからもう風邪全然ひかなくなったな。面白いよね。あんなにひどかったよね、喉。そう。で、コロナとか結構今周りの人みんなかかってるけどね、今のとこ大丈夫そうだから。コロナにね、今。そうなんだね。コロナ2回ぐらいになったけど、一緒だった。その3日寝込んだら薬も葛根湯だけ飲んで別に変わんないよ、風邪と。ただ名前変えただけだから。なんかでも周りの人すごいきつかったって言ってたよ。ね、私はね、全然、前も熱出たけどコロナじゃなかったんだけど、結局、なんかうろうろしてたけど全然何もなかった。マスクもしてないし。ね、本当だよね。何もかかってない。ね、まあ、免疫に頑張ってもらう。で、今、私ね、そうそう、縄文漬けっていう漬物を食べてるから、すごい、それも元気かも。元気のあれかもしれない。それで全然、ぬかを使った漬物なんだけど、今までのぬかと全然違って、乳酸発酵させるんだよね。常温でよくて、かき混ぜる必要もなくて。で、それをマスターしたから、ほぼ毎日食べるから、それで全然疲れないよね。乳酸菌。そう、乳酸菌のね、なんか真髄が分かったっていうか、乳酸菌のコントロールができるようになった。自分のそう。あれ作ったよ。水キムチ。水キムチ。美味しい。なんか一日でできた、うちも熱くて。私はなんか今ちょっと飽きてやめちゃったんだけどね。やっぱりあれね、水キムチのやり方の方が美味しいね。ちょっと洋風にしたけど、とか、いろいろアレンジしてみたけど、普通が一番美味しいね、シンプルで。王道が。びっくりしたことに、同じレシピをさ、私もうたえちゃんに送ってもらってたやん。これでやったよって。なんと、私もあれ見て作ってたんだよね。やばくないやんか。検索したらあの人が一番わかりやすかった、ね。簡単だしね。そう。あの人もそう簡単だったから。で、私も過去にやってて、そのレシピも探せるけど、なんか私の料理人のイタリアンの友達も言ってたけど、こういうさ、うちらみたいなプロでもさ、もう勝手にググるよね。昔のレシピとか引っ張り出してこないんだよね。で、その中でこうトライアンドエラーとかやって、なんであなたもそういうの見るのとかいう話をしてた。イタリアンのシェフ。見るよ。それを探すよりも早いかな。そう。で、それでコツを思い出した方が早いっていうかな。体は覚えてるから。だけど、そのレシピをこう参照してやってるうちに思い出して、そうだったっていうコツを思い出すから、そっちかなっていう感じ。なるほど。
まあ、ゼッポリーニってイタリアンの友達のシェフに、ゼッポリーニのレシピちょうだいとかいう話をしてて。何それ。ゼッポリーニってイタリアの揚げピザなんだけどね。へえ。うん、それで、普通のピザのレシピでいいよっていう、パンとか、ああいうレシピでいいよって言われて、ググれば出てくるよって、なんかそういうのからって。あなたのレシピとかないとって聞いたら、私いつもそうやってるよみたいな。あとは体で覚えてるからね。でもまあ、ほらレストランとかホテルにいた時のレシピってこう束で持ってて、たまには探すんだよ。もう束になってる。1年に1冊とかどんどん溜まるから、20年ぐらいやってるから、やっぱなんかあるわけ、束が。で、もう今ほんと見ないで、一切見ない。昨日とかもデザートとかもレシピも見なくて作ったりして。もう目分量で全部できるじゃない。前はね、ドレッシングとデザートぐらいはレシピ見ないと、あとは見なくてもできてたけど、最近はね、ドレッシングとデザートさえもレシピ見ないみたいもう他に何もいらないね。な。ゼラチンの配合ぐらいは見るけど、何 cc で何グラムやったかなぐらいは見るけど、あとは見ない。あとはもう味だけ。そっか。レシピの話になったね。そうだね。私全部見るよ。全部調べる。それしてるとスピードが落ちるから、私見ないんだなって最近思って。確かに。できる料理の数が減るから、見ないでした方が早いから。素晴らしい。もうね、最近見ないなと思って。そっちの方が、今やりたい、なんか今作りたいものを作れるなと思って。見ると、なんかな、こう、ノリでいけないっていうかな。なるほど。これだけど、今作りたいものを作るから、すごくクリエイティブになるっていう。いいね。昨日素敵なデザートを作ったの。とってもあれだったね、華やかなさ、写真も見せてもらったけど。そうそう、彼女のお家がエネルギーワークをするこのお家ですごくね、エネルギーが高かったのよ。それで、もう話をしてる時からそのエネルギーって感じるから、行くっていうなったのね。こっちのエネルギーよりこっちのエネルギーの方が高いなと思ったから、エネルギー高い方に行こうと決めて、そう。だからその時にもすでにビジョンが見えて、なんか分かったんだけど、頭で考えてするより、こう、ビジョンで描いてやった方がうまくいく、ね。そうだからビジョンの通りに、ビジョンに合わせたって感じ。あれはだからビジョンに合わせたからすごい楽だった。なんか楽って言っても普通の人がちゃんとやったらすごい時間かかると思う。いや、時間かかるでしょ。しかもね、ちゃんとバーニャカウダソースとか引いてるもんね。なんちゅうかね。ゴルゴンゾラソースとかもちゃんと作ってる。美味しそう。いいな。美味しいのは食べたいな。今日のカードがこれだったんだけど、今言った、もうたえちゃんが言った通りで、これが頭で考えてる人、目つぶってるんや。見えんとって。でもお腹、腹でもね、内側の声ってクリアに見えて、この遊び心があって、やっぱり、そう見た。体の感覚をもっと大事にしようみたいなカードだったよ。直感だよね。それでやった方が、やっぱエネルギーワークのうちの子だから、来てる子もそういう子だから来てたけど、私の料理がそっちの方がこう透明感があってクリアだねって言ってた。確かに。お店の時ってどうしてもね、やっぱ仕事だから、なんちゅうかな、ちゃんとした料理って言ったら変だけど、頭で考えて、人に評価されやすい料理を作るんだけど、それをね、してるなって自分で気づいたから、そうしないようにしようと思ったんだよ。そしたらエネルギーが高かったし、もう画像でも分かるくらい、ね、華やかだった。そう、なんか素
敵だった。そうそう。頭で考えるときって保険かけたりしちゃうんだよね。そうだよね。何でも一緒だね、やっぱりね。そう、さっきのカードの本当その通りで、ね、遊び心でやったときって、失敗をすることを恐れてないから、ね、そうね。すごくね、チャレンジ、そうそう、その通りだった。ね、だからさっき言ったフルデザートを昨日作ったんだけど、うん、ちょっと持ってこようかな。今あるんだよ、嘘。冷蔵庫に。見る？見たい見たい。見たい。今から昨日作ったデザートを見せてくれるそうです、冷蔵庫から。ね、とってもなんかね、華やかでね、美味しそうでね、なんかワクワクするようなエナジー高いなんかケータリングをされてて、私、フェイスブック、どっちで見たんだ、インスタかな、かえちゃんのインスタか、フェイスブックで映像を見たんだけど、美味しそうでいいなと思ってたら、デザートは見せてくれるそうですが、食べれたらいいのになそうだよね。昨日、思いついて、そういう遊び心で作ったのがあって、はい、どうなってんの？瓶でね、瓶に入れて作る。ほら、ケーキだったら移動するじゃない？その時にカップとかでも作るんだけど、ちょうどね、プリン作ろうと思って瓶煮沸して置いてたのよ。ほら、清潔だし、そのまま使えて、しかも蓋できるから、ケータリングに向いてると思って。で、これを下にパイナップル入れてて、で、これがレシピ見ないで作ったヨーグルトレアチーズみたいな感じの。で、上には母親、これ家に持って帰ってきてたから、母親がもうすでに半分食べてた。かわいいよね、綺麗に。私半分切れて、半分の綺麗に半分食べて。ブルーベリー、ブルーベリーこれブルーベリーもちょっとコツがあって、日持ち、こっち田舎だからね、すごくブルーベリーがたくさん取れるの。だけどほら、日持ちないぐらい、ほら、たくさん取れるから、もったいないから日持ちさせる方法として、ちょっとフルーツ酵素にしてるのね。なるほど。すると、1週間ぐらいはフレッシュなものがちょっと生きてる状態になる。っていう。その下ピンクっぽい、パイナップルの上にクリームが乗ってて、なんかそのピンク、オレンジっぽいところはなんかソース？よくぞ聞いてくれ。これはスモモをコンポートにしたんだけど、スモモってすごく柔らかくなるんだよね。だからそれと木のゼラチン入れて、スモモのコンポートをゆるいから、ゼリーにしてみた。めっちゃ手が込んでる。そしてお母さん。これ遊びでやったから、多分ものの10分ぐらいじゃない？美味しそう。お母さんがまた。めちゃくちゃ早いんだよね。あと、全部色で、デザートね、2種類、3種類ぐらい作ったんじゃない？だから、多分遊び心でやらなくて、デザート3種類って結構時間かかるけど、遊んでやってると、多分30分以内に3つぐらいできてるんじゃない？へー。いいな、そういう、また。そうで、これ、そう、楽しかった。で、瓶を蓋しとくから運びやすいし、で、持ち帰れるのね。なんか、だから、遊び心でやった時って直感でやってるじゃない。ね。だから直感でやると、結果がいいんだよね。そっか、持って帰れる。お腹いっぱいの子がすぐ持って帰る。ね、本当だ。で、まあ、瓶代はね、かかるけど、ちょうど瓶もいっぱいあるから、煮沸してるから綺麗だし。いいね、いいね。いいね。かわいい。かわいい。おしゃれ。で、なんかね、今回こう気をつけたっていうか、フルーツをたくさん使うっていうのを気をつけて、こっちクリエイってこうなんかもたっとするから、ここでこうフルーツをたくさん取って、酸味でバランスを取るみたいなのが自分の中の。やっぱり遊び心ですね。で、もう一個の方は、めちゃくちゃね、この前北海道行った時の、くるみのね、レーズンバターサンドって有名なのがあるの、六花亭って。あれの新作のくるみバージョンのが出てて、でそれを食べて、ちょっとインスピレーションもらった、これを元にしたぬかのパンケーキに、くるみのね、キャラメルソース
クリームを作って挟むっていうのをおい初めて。しそう。ああ、いいな。それもプリンを日頃を作ってるから、キャラメルは、ああ、そっか。カラメルの自家製の作ってるかうんら、うんうん。あ、カラメルあるわと思って、これすぐ作れるわと思って作ったから、やっぱあるのを利用してると。パンケーキも実はお店をもう閉めるから、パンケーキも焼いたのを全部使い切ろうと思ったから、おー。だから、こう多分3種類だったら1時間とかかかるはずだけど、30分で3品作れたのは、あるものを利用してるからだよね。無駄がないよ。本当にあれだね。あ、これこうやったらこうなるわ。はっはっは、みたいな。なんかその軽さが伝わってくる。そのなんかね、いいね。それと、見たりが楽しくなるようなうん。色のバランスをもう頭の中でその3つの構成をしてる。そういうのがあ、すぐできるのね。こう、バランスが取れるの。へえ。すごいスピードだもんね。じゃないとできないね。びっくりしてたみんな。そうだよ。私もびっくりしたよ。十何品か作ってしかもそんな高くないというか、少人数の2人は普通受けないんだけど、ノリでいたから、あ、いいよ、みたいな。そっかそっか。お、いい時間になってた。いい感じで。で最後、食べ物の話。いつもなる。でもなんかそれもさ、今すっごい良かった。やっぱりその、考えて、なんかこうやってやるよりも、あ、こうやってこうやってこうやってやる。その軽いさ、やっぱりエナジーでやると、まあ、うまくいくとか他なんかどうでもいいんだけど、スムーズだったり、自分が楽しい結果になりやすいのかな。そう、なんかね、結局、最後もカード引いたんだけど、昨日も。愛と調和だった、それって。おー、愛と調和だ。うん、なんか材料もあるのでやってるし、で、調和は、例えば今の状況とか、そのお友達との状況で、頭で考えると自分がプラスになる結果しか考えないけど、勘で生きてるときは、相手とか材料とかと調和取ってて、これしたら、ここうまくいくな、みたいな。軽いから、失敗したらどうしようとかそういうのがないよね。そうだよね。あと、損得感情とかね、そういうのもないよね、全然ね。で、ギブになってるのね。ギブ。全然テイクするさ、感じないもんね。与えるしか、お互いがね。やっぱそれだよね。それだった。で、結果的にね、お互い相手のことを考えてやってたら、お互いプラスになってたんだよね。そういう関係性でやれるといいよね。まあ、そういう仕事をね、すればいいし。ですよね。たらね、そういう人来ないよね。なんか共鳴し合う。そうだよ。あるかね。そっか。そう。これだよ。今週の気づき、それだね、きっと。そうだね。ギブ、いい感じ。ね、そうですよね。いい感じだと思います。じゃあ、あれかなちょっとゆっくりできるのかなもう忙しくなるまた。今日ね、お片付けがあるから。片付けで、でもね、すごいんだけど、クリスタルボール終わった後に、もう片付けようと思って半分ぐらいもう片付けた。いや。終わるとき早い。早いね。そっかそっか。じゃあ今日も片付けて、また楽しい一日を。販売しようと思った。多めに作ったから。いいね。食べに朝告知して、ライブで今日一日だけのデザートでいいね、いいね。お店やるって楽しいよね。またなんかお店また始まるんだろうね、何かがね。楽しみにまた。でもね、実現だよ。すごいエネルギーを引き寄せたの、また次を。本当。こういうのがいいなって言ってたら、昨日行ったお宅がまさにそのまんまの形で、店じゃないともうその形だったのがびっくり。早いね。早い。だから、今エネルギーが減少化したから、じゃあ今度は近づいてるんだねっていうことで。そうだよ。ね、楽しみだね。また、こう、話したらなるから。話したらなるから。言っといて。言っとこう、今日。言っとって。風通しがいい、ちょっと高台のところで、みんな。いいね、いいね。じゃあ、
いつなるんだろうね。楽しみだね。またそれを忘れるのがいいんだよね。あ、言ってたね、みたいな。忘れないといけない。執着しないといけない。執着するとね、やってこないっていう面白い。いつも、いいよね、はははって、あ、忘れてたって戻ってくるよね。面白いよね。うん、そうそう。最後に神社に行った。そうだね。神社に行って。そうだね。そうですね。いや、本当ね、すぐ叶うんだよね。早くて、ありがとうとか言って。ね、だからありがとう言うためにどんどんお願いしたらいいらしいからね。またありがとう言って、また次お願いしといて。で、みんなにもそれ話してたら、みんなの願い事でかくてびっくりしたよ。家を建てるとか。まあ、それぞれ。私それぞれだね。私はちっちゃいんだ。本当に。よし、じゃあ、もっともっと。すごいね。ね、そっかそっか。そっかそっか。じゃあ、今日もまたね、楽しい一日を、素敵な一日をお過ごしくださいね。また来週かな、水曜日かな。まあ、火曜か水曜日。来週はゆとりがあるかもしれない。本当。うん。ありがとうね。またね。いいかな。はい。今日も素敵な一日をお送りください。よこさん見てくれた。ありがとうございました。またねー。よこさん見てくれてた。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。